はい、皆さんどうも局長です。ということでね、今韓国のツイッターの方で、ハッシュタグ、K アウトというね、タグがトレンド入りしてしまっているんですね。で、これはそのアイランドの K 君に対する辞退要求やと思うんですけども、内容としては、黒人差別は許されないみたいな内容のツイートがめちゃめちゃ多いんですね。で、これを見て僕は何事かと思ったんですが、元をたどれば、K 君というのは僕も前から知ってはいたんですが、自分の個人のツイッターというのは消せてないんですね。また存在するんですよ。なんで普通に友達とのやりとりとかもバーってね、見れちゃうんですね。で、ここの、ツイッターの友達とのやりとりの一部が問題になっているんですけども、何かっていうと、友達が、その東京に〇〇の友達と行くよって言ったんですね。で、それに対してリプで、東京のどこに行くのって返して、で、東京の原宿だよというような返事したんですね。で、これの次の返信が問題になってるんですけども、何かっていうと、黒人に絡まれたら、そのね、一緒に来るっていう〇〇の友達だと思うんですけど、その〇〇の友達出せば大丈夫だよっていう感じで、その原宿にいる、その黒人ってね、危ないって言われてるじゃないですか。で、絡まれたら、気をつけてねっていう、心配する内容で返信をしたんですね。で、その黒人というワードが、やっぱりね、今、かなり問題視されてて事件も起こったわけじゃないですか。世界的にもね、言われてる話なんですけれども、それを結構センシティブな話なんで、シビアに捉えて、韓国語翻訳をしてとか、英語翻訳をしてとか、そのニュアンスの問題もあるじゃないですか。それで、誤解をしてしまって、韓国人とか、その海外の人たちが、K が黒人を人種差別しているというような感じで、そんな人は、アイドルとしてデビューするべきではないみたいな感じで今ですね、ツイッターでかなり、騒ぎになっているわけですけども、個人的にですね、それは誤解だよというところを、全力で伝えたいので、この動画に関しては、編集字幕の編集を開放しているので、ぜひとも海外にも伝えたいので、英語を得意なファンの方はご協力いただければなというふうに思っております。はい、ということでですね、日本人は、そういうことねって分かってると思うんですけど、まず海外の人に言いたいのは、K 君は、誤解してるのがね、黒人イコール悪やみたいな感じ。黒人は悪い人ばっかりやから気をつけてねみたいな感じで捉えてしまっているんですよ。でも日本人としては全然そんなことなくて、コンビニにもその黒人の人たちはいっぱいいるし、働いてる人いっぱいいるわけじゃん。別にその人たちに対して嫌悪感みたいな悪みたいなことは全くないんです。ただ、原宿にいる、その黒人の声かけてくる人には気をつけてくださいねっていうのは、これはもう日本人にとっては一種の、そこは治安が悪いから気をつけてねみたいな話で、何かっていうと、そこの原宿の、黒人が声かけてくるっていうのは、そのブランド物のコピー商品だとか、ぼったくりとかを売りつけてくるわけですね。なんで特に若い子たちはそういうことを知らない人もいるんで、気をつけてねっていうのはよく言われているんですよ。なんで、原宿に遊びに行ってる黒人は全然僕らは悪くないし、なんか外国人も楽しんでるんや、みたいな感じなんですね。ただそこで、ブランド物あるよ、安いよ、とかって声かけてくる人についてって、やったら、ね、そんなコピー商品を高い値段で売りつけられたりとか、怖い思いをする可能性もあると。今までも前例もたくさんあって、注意されてきてるわけですね。なんでそれを K 君が言っただけなんですよ。なんでそれを黒人イコール、悪やみたいな人種差別を K 君がしてるっていうのが誤解なんですよね。これがうまく伝わらないんですよ。だって、日本人やからわかるけど、海外の人からしたらそこね、その原宿にいるね、声かけてくる黒人っていう存在自体知らないわけじゃないですか。なんでそれが、うまく伝わってないかなっていうふうに思うんですね。で、そもそもこの黒人というワードがかなりセンシティブだと思うんですけども、今アメリカで言うと、例えばブラックだとか、そのアフリカンアメリカンだとか、ブラックアメリカンだとかね、その女性で言ったらブラックウーマンがどうこうとか言うじゃないですか。そんな感じで、この黒人っていうね、そのワード自体が結構、あっちからすると、日本人ももちろんこれはね、問題視しなくてはいけないんですけど、僕らで言うと、ブラックとかっていう人っていないんですよ。黒人自体が、その人種差別かどうかって言ったら、僕もそこまでごめんなさいね。これについてはあんまりあやふやなこと言いたくないんで言及しないんですけども、言ってるんですよ。これは普通にね、捉えられてる言葉なんですね。将来的には絶対に言っちゃいけない人種差別の言葉だってなる可能性もありますけども、今現状そうではないと。特に2014年の話なんでね。なんでこういった誤解から、その K 君がその事態に追い込まれるみたいな、ファンに言われてるみたいな、事態するか全然わかんないですけど、とてもね、心配やし、これでもし、ね、K 君が事態でもしようもんなら、日本人からの反感ってのはかなり買うと思うんですね。そういうことじゃないやんっていう話なんですよ。なんで、そういった部分でしっかり運営さんもね、日本人の人がいると思うんで、しっかり伝えてくれたらいいなと、
元の韓国の経営、その運営してる人に対してね、ってのは思いますし、K 君がなんかいらんことを言うて、バッシングを受けて、まあそのね、その辞退しろみたいな言われることはまだいいですけども、誤解というのはやっぱりね、ちょっと違うかなと思うんですよ。で、まあもちろんね、その K 君自体が、まあ今回のこのアカウントを削除してないっていうのも、少し詰めが甘い部分はあるかもしれないですけども、まあそれでも、まあ、僕は今回の意見は違うと思うんで、ぜひとも日本人の皆さんも協力していただいて、まあ誤解なんだということをまあ世界に発信できればなというふうに個人的には思っております。ということで、まあ何度も言いますが、まあ字幕協力をぜひともご協力いただきたいのと、ツイッターの方でも、まあそのこういったことなんだよっていうのを弁解、するツイートをまあ海外の人に向けて、していただければなというふうに思っております。ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。